よし、これで大丈夫だろう。しかしひどい傷だな。一体どこで見つけたんだ？近くの浜辺で。またあいつらの仕業だ。おーい、チャスカ、ここで何してるんだ？パイモン、それに我らがトゥマイニじゃないか。トゥマイニ、パイモン、久しぶりだな。なあ、だがもう心配ない。チャスカがすぐに連れてきてくれたおかげだ。非元気兵に襲われてるのをパトロール中に見かけてな。骨董品の方は片付けてやった。非元気兵？またあの変な機械か。キリがないな。キリがないな。非元気兵、オイラたちも旅の途中で見たことあるぞ。でもここら辺じゃあんまり見かけなかった気がするけど。ああ、ここ最近になって動きが妙に活発でな。火翼の集い周辺で竜や行商人が襲われたという報告が相次いでいる。気持ちだけで十分だ。お前のおかげでアビスの脅威はもう取り除かれた。あんな骨董品くらい火翼の集いの常駐戦力だけで十分対処できる。それに自分の巣は自分で守れというのが先祖の教えだ。何かにつけてお前に頼るわけにはいかない。仲間だろ、水臭いこと言うなって。それにオイラたちもうすぐナドくらいに行くんだ。だからその前に。考えてみればしばらくお前と肩を並べて戦ってなかったな。では気晴らしを兼ねて海辺の散策はどうだ？非元気兵はその辺りでよく確認されてる。よーし、早速出発だ。気晴らしなんて言えるほど戦い慣れはしてないんだが、俺も同行しよう。盛り上がりすぎて怪我しないようお目付け役が必要だろ。兄弟、マジかよ。どこに？見つけなければ。旅人さん、パイモンさん、それから家に。イファ、そっちはどうだ？彼女の容体は。なんとも言えないな。あんたらもちょっと見てくれ。緊急時は竜医でも人を見たりはするが、今回は人間なのか、兄弟？これは機械？機械仕掛けの人形？新型の非元気兵か？家に帰る。喋ったぞ。パイモンさん、旅人さん。おいらの聞き間違いじゃないよな？これを見てくれ。彼女の近くにあったんだ。この絵、あんたらに似てないか？本当か？金髪の人と白い風船？違うだろう。間違いない、ダイヤル式のロックがついてる。回してパスワードを入れると開く仕組みみたいだな。面倒だな。壊した方が早いんじゃないか？かかり木の民で似たようなもんを見たが、こういうのは重要な手紙を送るときに使われる。パスワードを間違えたり無理やり開けたりすると中の仕掛けが作動するっつう代物だ。で、可能性は高いだろう。そうなると彼女も伝達師か？機械の人形に暗号術か。あいつの専門分野だな。どこに行けばいいかもうわかるな。ひひ、こだまの子だろ。天才白年の出番だ。そうだ、兄弟。
白根。てっきり昼寝中かと思ったが珍しいな。マービカが帰ったと思ったら今度はチャスか。みんなでうちをいじめようってわけ？うわ、散らかってるな。探し物でもしてたのか？最近うようよしてる非元気兵のせいだよ。何か解決策を見つけろってマービカがさ。うちのこと何でもできる職人かなんかと勘違いしてない？おかげで一日中資料とにらめっこ。それであんたたちは何よ？実は。待った、それって機械？火翼の集いの海辺で拾ったんだ。それとこの暗号術も。中身はおそらく旅人宛ての手紙だ。暗号術？あんたなら銃でバンって開けると思ったけど。ちょっと見せて。ダイヤルロックはフォンテーヌ、金属製のカバーはリーユのものかな。廃棄されたパーツを組み合わせて作ったみたいだけど、仕掛けはかなりしっかりしてる。自分らで無理に分解しなかったのは正解だよ。いろんな技術が使われてるみたいだからすぐには無理かも。分解した時点で中身がダメになる可能性だってあるし、ここまでしてあんたに手紙を書いたってことはすごい大事な内容ってことっしょ。そんなリスクは冒せない。ならこの伝達師にパスワードを教えてもらうしかないな。どうだ、そいつは目覚めそうか？胸元のパーツは非元気兵のコアに似てなくもないけど、他のあなたじゃ見たことないね。やってみるからちょっと待ってて。絶対うわ、目を覚ましたぞ。コアに刺激を与えてみたらなんか成功したみたい。白い飛行物、金髪の旅人さん、パイモンさん。おいらたちのことわかるのか？白い飛行物と金髪の旅人に手紙を届ける。手紙を確認、配達完了しました。賢そうな人形だな。じゃあこの暗号術のパスワードは？パスワード？そんなに賢くないかも。パスワードってのは暗号術を開けるための数字のことだ。記憶にありません。記憶喪失か？一筋縄じゃいかなそうだね。二人の他に覚えてることは？名前、記憶にありません。ロボットが記憶喪失だなんて、そんなことあるのかよ。家に帰るとか言ってたが、家はどこだ？思い出せるか？家に帰る。命令を実行。記憶にありません。やっと希望が見えてきたと思ったのに。いや、反応を見た感じ、記憶データは破損してないはずだよ。仕組みはわかんないけど、データにアクセスできないだけじゃないかな。私たちにもわかる言葉で説明してくれるか？つまり、記憶を喪失したんじゃなくて、何らかの原因で思い出せないだけってこと。頑張って思い出そうとすればするほど、頭痛がひどくなる。そうでしょ？頭痛、関連ワードを検索。思考モジュール、痛み。はい、そうです。ロボットも痛みを感じるのか？赤ちゃんや古竜は痛覚を通して何が大丈夫で何が大丈夫じゃないかを覚えてくっしょ。それは高度な自律性を持つ装置も同じで、
内部に組み込まれた負のフィードバックシステムに基づいて自らの行動を調整改善していくの。待ってくれ。オイラにもわかる言葉で頼むぞ。呪いに似てるかな。例えば名園の主の大シャーマンが火翼の集いまで弟子をお使いに行かせたとするでしょ。で寄り道なんてせずにさっさと用事を済ませて帰ってくるように、寄り道をしたら身も心もバラバラになるって呪いを弟子にかけるの。子供向けの怖い話に登場するブラスバーバーみたいだな。とにかく自立装置地そういう制限を設けるのは珍しくないってこと。装置が設計時の意図に従って動作するようにね。だがどんな呪いをどんな目的でかけたというんだ。記憶を失えば命令を果たすのがより難しくなるんじゃないか。命令の実行に失敗。申し訳ありません。具体的にどんな呪いかわからない限り何とも言えないけど、さっき家に帰るって言葉に反応してたし、他にも試してみようか。かしこまりました。計測結果、許容範囲内です。命令は果たさなければなりません。旅人、これまでの旅で似たような人形は見たことない？確かに関節とかのパーツはフォンテーヌのものと似てるかも。フォンテーヌ、美味しいスイーツがあります。うわ、反応したぞ。言いたいことはあるけど今はこっちだ。お前の家はフォンテーヌにあるのか？違います。あっさり否定された。ヘアアクセサリーのこと？うちも聞いたことあるよ。モンドではなんて言うんだっけ？モンド、頼もしいメイドがいます。そうだ、メイド。でもモンドにこんなロボットいたかな？メイド？ならこんな内部構造になった理由もなんとなくわかるかも。あんたモンドから来たの？違います。即答かよ。ナタのコア、フォンテーヌの関節、モンドのヘアアクセサリー。どこ出身とも言えないね。この暗号術もそう。いろんな国の技術やパーツが使われてる。そうか。ではお前にとって家とは何だ？自分が作られた場所、普段活動してる場所、それとも帰るべき場所か？家は家ではありませんか？この方法じゃ記憶を取り戻しそうにないな。シロね、他に方法はないか？意識が覚えてないなら体に聞いてみよっか。さっきの点検でいろいろ面白そうなものが見つかったんだよね。この小型ロボットのことは覚えてる？あんたと一緒に海辺で見つかったらしいんだけど。起動方法は覚えてるみたい。いい調子。じゃあ今のと同じ感じで次は右手を動かしてみて。これはほうきでしょうか？本当にメイドロボットだったのか？ラッキー。じゃあ今から工房の片付けを手伝ってくんない？お前本気か？メイドロボなら家事をしてる間に何か思い出すかもしれないっしょ。工房全体をやる必要はないよ。ここら辺だけ片付けてくれれば OK だから。おい、目を覚ましたばっかなのにこき使うなんてひどくないか？かしこまりました。ただいまから命令を実行します。大きいものを片付けます。本当に片付けしたぞ。まあ、なんの？
床の汚れを除去します。掃除対象ロックオン。絶縁障壁展開。小さいものを片付けます。異教人喧嘩旅、金髪節に吹く死の風。物語性を排し、精緻なアクション描写に重きを置いた作品。武術に分類します。それはシトラリがここに忘れていった娯楽小説か？遠征ヒルチャール、夕暮れの実を食べ続けたら最強になった件について。夕暮れの実を食してエネルギーを補給する物語。栄養学に分類します。しょうもない本ばっか読まないよ。リペカに行った方がいいかな。古典ギミック術概論、文法およびレトリックの両面で洗練された文章。作者の言語学に対する深い造形。古典文学に分類します。古典って文字が同じだけで全然違うだろう。これで片付け完了だな。箱の下にオーベンが落ちてるぞ。汚れちゃってるな。悪いけどきれいにしてくれるか？かしこまりました。手芸品の汚れを除去します。おー、新品みたいになったぞ。あれ？子玉の子の人みたいだけど、シロネンの親戚か？いや、児玉の子の祖先でナタ最初の六英傑の一人。祝福の息だよ。祝福って言えば確かシロネンも。そう、息は古名、祝福に記録された最初の英雄。彼女はかつて炎の竜王を討伐しに仲間と旅に出た。そして人々が活用できるようにと古代の竜族が作った装置をたくさん分解したらしいんだけど、そのほとんどはもう失われちゃってる。もし残ってたら今の生活がもっと便利になってたかもね。そんなすごいものなのに今はもうないのか？残念だな。戦争が終わって間もなく英雄たちの仲間だったオチカンは暴君と化し、竜族だけでなく竜族を守ってた人間まで迫害したんだ。盟友だったイキもその犠牲者の一人だ。かつての友情は彼女の死で幕を閉じた。イキはその前に自分の工房を焼き払ってたの。研究成果がウチカンの手に渡らないようにね。それで今となってはほとんどが失われてるってわけ。鋭いな。一部は彼女の友人によって保存されていた。ウォーベンに書かれたもう一人の人物。私が引き継いだ古名超越を残した英雄だ。竜の母に育てられた彼女は弱き者と追放された竜に自由を与えた。火翼の集いを作った無冠の王女ビアンカだ。矛盾。正しい道ではありません。戻るべきところではありません。道を外れた矛盾が自分の帰る場所を探そうというのですか？どうしたんだ？おい、
雷か？雷だよな。なんでこいつに当たんなかったんだ？雷が鳴ったら最優先でお前を空に放り投げるとしよう。お前らが機械人形を見つけて小玉の子に運び込んだとイファから聞いてな。話を聞く限り俺の依頼主が探してるものだろう。メイド、機械人形、凄まじい破壊力。どうやら間違いなさそうだ。待った。キニチ、そいつに手を出すな。とあるキャラバンからはぐれた仲間の捜索を依頼された。そろそろこの近くに着く頃だ。一緒に来てもらえるか？イネファお姉ちゃん。イネファ？やっと見つけた。無事だったのね。よかった。どなた様でしょうか？また記憶を失ったのか。今回は名前もわからないとは。また？リーユエ、フォンテーヌ、スメール。面白い組み合わせだな。じゃああんたたちが彼女の制作者、家族ってわけ？めっそうもない。彼女はアイノが作ったものなんだ。アイノ？今日から君はイネファ。絶対帰ってくるんだよ。矛盾。イネファお姉ちゃん、どうしたの？まさか本当に症状が悪化してるの？私たちのせいで。一体どうなってんだ？お前たちどこから来たんだ？イネファはなんでこうなったんだよ。すまんすまん、自己紹介がまだだったね。俺はタクシン、商人だ。こっちにいるのが俺の妻と娘、そしてキャラバンの仲間たち。俺たちはナドクライから来た。ナドクライ？お前たちの服装を見るに同じ地域の出身とは思えないが。ナドクライはいわば流浪者の地で、各国からいろんな人が集まっているんだ。以前はナドくらいのナシャタウンで商人として生計を立ててたんだが、ちょっと事情があってね。事情？ああ、北から来たファデュイだよ。奴らは最近ナドクライで派手に動き回ってて、地元の教団とも揉めている。揉めているどころか月を引きずり下ろしたって聞いたぞ。月、それに月の心臓の件も、蒼月の子はただじゃ済まさないだろうな。とにかく俺たちは地に足のついた商売がしたいだけなんだ。だから対立が悪化する前に故郷に帰ることにした。今は岐路を共にする仲間とキャラバンを組んでいるってわけさ。私もですか？お前はちょっと違うが、俺たちと一緒に船に乗ってきたのは確かだ。でも船が岸に近づいた時、急に変な機械に襲われて。まさか非元気兵か？イネファお姉ちゃんは私たちを守るために一人で船から飛び降りたの。早く逃げてって言って。そんなことがあったのですか？別の場所から上陸した後、急いで助けを呼んだわ。いくらモラがかかってもいいからイネファを見つけなきゃって思ってね。ああ、実際報酬はすぐに決まった。だがイネファを保護したのが旅人たちだったとはな。イネファが目を覚ましたのはシロネンのおかげだ。報酬はそっちが受け取ってくれ。うちは大したことしてないよ。彼女が自分で目覚めただけ。それかアイノのおかげかも。イネファのコアはすごく頑丈だった。ナタの非現装置にだってあの強度はなかなかないよ。アイ
愛のって人が改造したの？愛のを呼んできたらイネファの記憶喪失も治るんじゃないか？それは無理だろう。お前たちが言うコアはおそらく愛のがゴミの山から拾ってきたもので、彼女は残りのパーツを組み立てただけなんだ。実は今回イネファが俺たちとナタに来たのは記憶喪失を治すためだったんだ。詳しく教えていただけますか？分かったよ。もう何度も話したし、そもそも全部お前から聞いたことなんだが、お前を作ったのは愛のだ。でもコアの出所や動作原理は不明。ナドクライとのつながりもなさそうって話だ。最初のうちはたまに度忘れすることはあっても、せいぜい買い物でモラを払い忘れるとか、料理に塩を入れ忘れる程度で大した問題はなかったらしい。だがある日、モップがけをしていたお前は力のコントロールを忘れて壁を破壊しかけた。でも一番の問題はそこじゃない。イネファはその壁の向こうにアイノがいることまで忘れていたんだ。アイノは特に気にしていなかったらしいが、それ以来イネファは自分を治す方法をずっと探している。そして少し前、ナタの装置に使われているパーツがナドクライに入ってきたんだが、それはお前のコアとそっくりだったんだ。ちょうど俺たちが故郷に帰る途中、ナタを通ると知ったお前は同行を願い出た。どうだ、何か思い出したか？いいえ。だろうな。記憶喪失はその頃から深刻だったのか？いや、旅に出たばかりの頃はたまに忘れることがあってもすぐ思い出していたから、ほとんど生活に支障はなかった。だからアイノも安心してイネファを送り出したのだろう。だが俺たちの乗った船がナタに近づくにつれて症状は急激に悪化していった。あの変な機械と戦った時にはもうだいぶ悪かったのかも。そしてあの戦闘がきっかけでこんな風に。イネファお姉ちゃん。ナタにはまだ着いたばかりだけど、皆さんがナタの有名人だってことは聞いたわ。その彼女を治す方法はないかしら？ナタにも手がかりはないのでしょうか？結論を出すのはまだ早いよ。あんたらが来るちょっと前に非元気兵の研究を始めたところなんだ。仲間を本来の姿で引き合わせるまでが俺の仕事だからな。依頼はまだ終わっちゃいない。ああ、もう少しナタに滞在していかないか？長い船旅と襲撃で疲れも溜まってるだろう。英気を養ってから出発してもいいのではないか？ああ、ちょうどそのことを考えていたところだ。だがどこに泊まればいいか。なら火翼の集いはどうだ？あそこなら遠方から来た客人を歓迎してくれる。火翼の集い？その間に私たちもイネファの情報を集めよう。トゥマイに宛ての手紙が関わってるからな。見て見ぬふりはできない。忘れるところだったぜ。手紙のパスワードを知らないか？あの暗号術のことか？申し訳ないがイネファから何も聞いていないんだ。パスワードどころかどこで手に入れたかも知らない。記憶喪失のロボットにパスワードを覚えさせるなんて。手紙を送った人は一体何考えてたんだ？多分出発した時はここまで症状がひどくなるなんて思ってなかったんじゃないかしら。でもイネファお姉ちゃんが言ってたよ。パスワードを忘れないようにプラン B を用意したって。プラン B？ 何かわかるか？プラン B。記憶にありません。とにかく記憶が戻れば万事解決だろ。簡単に言ってくれるけど、手がかりを見つけられる保証なんてないよ。そう言いながら毎回見つけてくれるじゃないか。それじゃあ
俺は力になってくれる仲間を集めてくる。トゥマイニー、パイモン、またな。じゃあな、キイニチ。あ、それからアハウも。そういえば今日はやけに静かだな。おー。確かにおかしいな。そうか？俺は変なことなんて何も言ってねえぞ。それがおかしいんだ。報酬を譲ると言った時も、依頼はまだ終わっていないと言った時も、お前は全く文句を垂れなかった。俺はただお前の愚かさに言葉を失ってただけだ。俺の記憶違いか？あいつまさか。へっ、知ったことか。俺には関係のねえ話だ。このプレゼント、イネファお姉ちゃんは気に入ってくれるかな。ほら、はいだって。本当かな。イキ様とリアンカ様のどっちが強いかって聞いた時も同じ答えだったぞ。あ、カクークとアハオが戦ったらどっちが勝つか聞いた時この反応だった。適当に答えてるだけじゃないか。あれ、トゥマイニと飛行の達人だよね。こいつに何を聞いてたんだ、イネファは。イネファ姉ちゃんはここら辺の悪い機械を何日も掃除してるんだ。帰ってきて休んでるところはあんまり見たことないな。あいつ一人でか？ついこの前非元気兵に襲われたばっかりだってのに大丈夫かよ。記憶を失ってから思考モジュールの回転がより速くなりましたとか、清掃効率が大幅に上昇しましたとか言ってたよ。え？記憶をなくしたおかげで戦闘能力が上がったってことか？イネファ姉さんはすごいぞ。スクラップにした機械を片手で山ほど持って帰ってきたんだ。イネファ姉ちゃんのおかげで安心して外に出られるって大人たちが言ってた。だからみんなでプレゼントを贈ろうと思ってさ。でも前に送った花とか羽飾りとかはあんまり興味なさそうだった。ロボットは人間と好みが違うのかな。だからパーツで花を作ったのか？イネファお姉ちゃんが気に入ってくれるかはわかんないけど、今度こそきっとうまくいくよ、アディエッタ。でも今回も失敗だったら次はもうないかも。ナドくらいから来たおじさんおばさんたちはもう帰ったの。私たちも今日帰る予定で。え？イーネファが治るまで待たないのか？いつ帰るか故郷の人たちにはもう連絡してあるし、これ以上火翼の集いにお世話になるわけにもいかないってお父さんは言ってた。ここ数日イネファお姉ちゃんの具合が前より悪くなってないみたいだったから、お父さんは出発の準備を始めたの。お父さんがリーユエに帰りたがってることは私もお母さんもずっと前から気づいてたんだ。リーユエを離れてもう何年も経ってるから。そうだったのか。そういえばお前とお母さんの名前ってどっちもリーユエっぽくないよな。お母さんはナドくらいの人で、お父さんと知り合ったのも私が生まれたのもナドくらいだから。お父さんは私たちとずっと一緒に暮らしてて10年以上もリーユエに帰ってないんだ。心配ないって。イネファ姉さんのことは手紙に書いて送るから。ああ、
イネファ姉ちゃんの病気が治ったら一緒にリーユへまで連れて行ってもらうから、そこでまた会おうぜ。だから安心してプレゼントを渡して。もし気に入ってもらえなくてもまた次があるよ。そういえばイネファお姉ちゃんはいつ帰ってくるんだろう。さあ、最近あんまり帰ってこなくなった気がするよな。でも外には悪い機械たちがいるし、花を渡しに行くって言っても大人たちは許してくれないかも。どうしよう、もうあまり時間がないのに。本当？ありがとう、トマイニ。脅威の排除を確認。次のターゲットはあ、イネファ。旅人さん、パイモンさん。殲滅モード終了。コミュニケーションモード起動。モードの切り替え？マジックができるフォンテーヌの友達と気が合いそうだな。おはようございます。お会いできて嬉しいです。朝食はお済みですか？お前はもっと自然に喋れるだろう。今のは最近学んだ汎用型の挨拶です。続けて3つ並べることで挨拶の効果が3倍になると推測されます。挨拶の効果ってなんだよ。まあいっか。だいぶ元気になったみたいで安心したぞ。はい、思考および言語モジュールは修復中ですが、会話は問題なくできるようになりました。ただパスワードに関する記憶は戻っておらず、思考を繰り返している最中です。申し訳ありません。はい、それでは話題を変えて、それは何でしょう？新型の非現装置ですか？花？植物の繁殖期間のはずですが、それに生命の痕跡は確認できません。いや、機械部品で作った花だと思うぞ。理解しました。花形のパーツですね。どのモジュールに使用するのでしょう？私にも搭載できますか？それは使うんじゃなくて眺めるものなんだ。その綺麗な記念品みたいに。綺麗な記念品？使うためでないというなら何のために作られたのでしょう？暗号術は手紙を送るために、機械は使命を果たすために作られます。ではこの花は感謝？そうそう。誰かに助けてもらったり何かもらったりしたときは相手にありがとうって気持ちを伝えるもんなんだ。火翼の集いに止めていただく代わりに周囲の脅威を排除することと同じでしょうか？そうそう、よくわかってるじゃんか。ですがそれは対等な取引なのでは？キーニチさんがそうおっしゃっていました。それはまた話が別だ。はい、感謝します。これは記念にもなるんだぞ。例えばオイラたちと出会った記念とかな。記念？大切なこと。記念。お花と羽飾りもつけて、バッチリ。やっぱり遠出するときは思いっきりおしゃれしないとね。お花の1本ぐらいでそんなに重くならないわ。あなたはこれから長い長い旅に出る。このお花は私からのプレゼント。そう、記念。人はね、大切なことを忘れないよう物で思い出を残すの。あなたが全て忘れてしまっても花は必ずまた咲く。1000回2000回と咲いた時、旅に出た目的をきっと思い出せるわ。大丈夫。自分の道は自分の足で歩かないと。だからあなたもあなたの旅をして。それに彼と戦うつもりはないわ。
私たちは数えきれないほどお互いの命を救ってきた。もし本当に相手の命を奪うつもりなら、一言告げるだけで十分よ。彼は本当に哀れな存在。人としての生き方も竜としての生き方もわからない。そして無意味にも太陽を追いかけ続け、その下で生きる命が見えなくなってしまった。あなたは、いえ、彼女はかつて人類の敵だった。私やイキと違ってオチカンにあなたと彼女の区別はつかない。もしあなたが残って私のお手伝いなんてしてたら、彼の憎しみを増長させるだけ。まったく遠出するのはあなたでしょ。私の心配なんてしてどうするの。安心して、火翼の末裔には脅威に屈服する奴隷なんていないわ。族長を失った時、たとえ歩き始めたばかりの子供であってもその後を継ぐことはできるはずよ。さあ行って。いずれ忘れることについて悩む必要はないわ。これからあなたが歩む1000年の旅路はここにはない。だから海を渡り見つけるのよ、新たな帰る場所を。道を外れた矛盾が自分の帰る場所を探そうというのですか。イネファ、大丈夫か。何か申し訳ありません。思考モジュールに一時的な不具合が生じたようです。もう修復は完了しました。ずっと戦ってたから疲れてるんじゃないか。とりあえず帰って休もう。帰る火翼の集いにですか。アディエッタたちはもうすぐ出発しちゃうんだ。お前とちゃんとお別れしたいらしいぞ。はい、火翼の集いの近くにいると思考モジュールからのエラー報告頻度が上昇し、時折未知の記憶データが現れるのです。記憶データ？じゃあシロネンが言ってた呪いはもう痛くないのか。現在も痛みはありますが、周囲の人を不安にさせないよう外見上の反応を遮断してあります。ですが記憶が戻らない限り使命は果たせません。ずっとこの辺にいたのもそのためだったのか。記憶データの出現時に思考モジュールが暴走し、事故を引き起こす可能性があります。そのため集落の外で行動しているのです。おう、オイラたちが何度だって止めるから心配いらないぞ。戦闘能力を分析中。パイモンさんは約5分の1。何の5分の1だよ。旅人さんはリスクをコントロール可能、実行可能なプランです。この数日間本当に世話になった。ありがとう。すまないがイネファのことはよろしく頼んだ。ああ、任せてくれ。イネファお姉ちゃんはまだ帰ってこないの？きっとまた会えるわ。ほら、リーユへの消灯をずっと見たがってたでしょ。もうすぐ見られるわよ。アディエッタさん、アームーさん、タクシンさん、ただいま戻りました。あ、イネファお姉ちゃん連れてきてくれたんだ。本当にありがとう。どういたしまして。それからお花をくださり感謝します。帰る場所があるというのはどんな感覚でしょうか。イネファにだってわかるだろ。記憶が戻ったらなどくらいに帰るんだし。あ、言い忘れてたけど、
オイラたちもナドくらいに行くつもりなんだ。一緒に行かないか？ナドくらいが私の家？私の思考モジュールでは家の定義を下すことができません。時折現れる記憶データはナタとの高い関連性が見られます。ですがキャラバンの皆さんの話ではナドくらいで家族が私を待っている。記憶データが戻ったとしてそれはいつの記憶でしょうか？修復された私は今の私と果たして同じ存在なのでしょうか？深いな。全く違う自分になってしまうかもしれない。それが怖いのか？関連ワードを検索。意識、矛盾、思考モジュール、分裂。はい。もし私が分裂したら家に対する定義も変わるのでしょうか？難しい問題だな。人間も竜も一生をかけてその答えを探していく。だが私が思うに、家とはお前が帰れる場所じゃないだろうか。どんなに遠くまで飛んでいこうとずっと誰かが待ってくれている。どんなに深く傷つこうとそこに戻れば休むことができる。それがいわゆる自分の帰る場所ではないか。記憶の導く先がどこであろうと、きっとそこはお前が安心して過ごせる場所だと思う。まあ私の経験だけでお前の境遇を理解できるなんて言うつもりはない。だが参考程度にはなるだろう。はい。参考データとして記録しました。そもそも家は一つしか持てないなんてルールはないだろ。来客だな。どうやら進展があったようだ。安心して記憶を取り戻すといい。そこにお前が求める答えがあるかもしれない。はい。記憶を取り戻す。矛盾。なぜその者たちを忘れてしまったのか。それすらも忘れてしまった。シトラリ、どうしてお前がここに？手紙のことを聞いてね。それにこの件はナタの古い歴史と関係があるから名園の主の出番なのよ。古い歴史？シトラリからしても古いとなると。聞こえてるんだけど。まあとりあえず本題に入りましょう。先日キーニチと会った時気づかなかったかしら。あの子と一緒にいるチビの様子が少しおかしかったことに。君たちと別れた後、キーニチはあのチビを3日3晩閉じ込めた上にイファのところの架空区に一晩中いじらせたの。アハウが架空区にブチギレて怒りで我を忘れてる間に引き出した手がかり、それが至高なる領主。至高なる領主。アハウがいつも名乗ってるあれか？ええ、それまでは虚勢を張るためのデタラメだと思ってたけど、そうじゃなかったみたい。ナタを統治してた13の竜の領主のことだったのよ。聞いたことあるの？この私でさえすっごく苦労して得た情報なのに。とにかく至高なる領主は普通の竜じゃなかった。炎の竜王によって創造され秘伝の技術で構築された13の意識だったの。領主たちは古代の竜族を凌駕する知恵と権力を持ち、それぞれナタの一部を支配していた。でもその後英雄たちとの戦いで13の領主は1体また1体と数を減らしていき、今はその名前すらもほとんどが歴史の影に埋もれてしまった。アハウが口を割らなかったら
調査の方向性すら見えなかったはずよ。カクークとの喧嘩に丸一日費やすような奴が驚いたな。それで13の領主のうちアハウはどれだったんだ？さあ、そればっかりはガンとして教えてくれなかったの。もしかしたら忘れちゃったのかもね。さっき言ったように領主の本質は作られた意識。けどアハウの今の様子を見るに、当時の力と記憶はほとんど失ってると思う。記憶を失う。それでもアハウは君に思考なる領主の気配を感じ取ったんでしょうね。正確には君の胸元のコアに。もしかしてイネファも思考なる領主なのか？それを聞き出そうとキーニチとイファが今もアハウと奮闘してるけど、もう何も思い出せないみたい。せっかく手がかりをつかんだのに、また振り出しか。そうでもないわよ。イネファがリアンカや火翼の集いって言葉に反応したって聞いたから調べてみたんだけど、リアンカと関係が深そうな領主がいたの。かつて火翼の集い一帯を支配していた第8隻の領主、カショクとヤバネの司祭よ。記録によると彼女は人類との戦争で亡くなったわけじゃなくて、同族によって処刑されたみたい。罪状は竜族を裏切りリアンカを育てたこと。そうなのか、ジャスカ。ああ、部族の起源に関する伝説には確かにリアンカが竜に育てられたとある。六英傑の中で竜と最も親密な関係にあった。竜の母に育てられた彼女はその母の導きで自らの歩むべき道を見つけるべく巣を離れた。その後彼女は各地で人間と竜の争いを調停し、高慢な強者から弱き者を守護した。人であれ竜であれ、かつての敵であれ友であれ、彼女は平等に守ったんだ。やがて彼女の周りには同じように自由を求め平等を尊ぶ仲間が集まってきた。それが火翼の集いの起源だ。だが彼女を引き取った竜の母やその後の行方については伝説にも残されてない。申し訳ありません。思考モジュールが正常に処理できていないようです。先ほどから何度もエラーが出ていて、カショクとヤバネの司祭にはどのような処刑が下されたのでしょうか。竜族の内部で起きたことは当時の人類が残した記録にもあまり残されてなくて、後世による曖昧な描写ぐらいしかないの。想像や創作も混じってるだろうから適当に聞き流してほしいんだけど、他の領主たちにある呪いをかけられたみたい。人類に対して本当に善意を抱いているのなら、その善意は彼女の意識の中で何倍もの苦痛を生み出すことになる。最後は引き裂かれんばかりの苦痛の中で、カショクとヤバネの司祭の意識は完全に崩れ去ったとされてる。うわぁ、いかにも作り話っぽいな。そんな処刑方法、意味がわからないぞ。はい、今回は異常ありません。私はその領主と何らかの関係があるのでしょうか。そうね。リアンカって名前に反応してるから、第8隻と直接的な関係がなかったとしても、引き続き調べる価値はあると思う。手元にあるウォーベンは全部持ってきたから、読みたいなら持ってって。ほら。シー。この後、ちょっと付き合って。以前の経験から編み出した簡単な術よ。後で説明するから、とりあえずここをこっそり離れて私のところに来て。じゃあ
私はもう行くから、何か進展があったらまた知らせるね。感謝します。さようなら。またな、シトラリー。ハロー、旅人。さっきシトラリがした話はあれで全部じゃないの。イネファと関係がありそうな領主はリアンカの他にもいるんだよね。戦争の後、行方不明になった至高なる領主も関係してるって分かったの。最後にそいつと戦ったのはイキ、そしてリアンカだったそうよ。うちのアイデアだよ。まずは母についての情報だけ伝えてイネファの反応を見ようって提案したの。結果はシトラリから聞いてる。母のことを聞いてもリアンカの時ほど反応しなかった。となると第11隻が関係してる可能性が高い。さっき言った行方不明になった領主のことよ。竜族の中でも一番傲慢で人類を敵視してたって記録に残されてる。炎の竜王が倒された時、その領主は竜族の没落を受け入れられず、絶望のあまり狂気に陥ったそうよ。でもその後何があったかは不明。名前すらも記録に残ってないの。至高なる領主の本質は秘伝の技術で作り出された意識を狂気に蝕まれた領主が力と記憶を失って異なる人格に分裂した。その可能性は十分あり得る。とにかくもしイネファの過去が本当に第11隻と関係あるなら、早めに処分した方がいいと？何の確証もないのにか？それは母を処刑した奴らと何の違いがある？ジャスカ、どうして？さっき目配せをしてただろう。誰でも気がつく。パイモンとイネファは別だが。別に騙す気なんてなかったよ。シトラリのあの術は旅人にしか聞かないからさ。ジャスカ、一つ言っとくけど、うちらは何の根拠もなくこんな話をしてるんじゃないの。旅に出たイネファがナタに近づくにつれて非現騎兵の暴走は増えていった。まるで呼び合ってるみたいにね。イネファが本当に第11隻だった場合、彼女が全てを思い出すってことは人類の敵になるってこと。ここ数日、彼女が火翼の集いで何をしてきたか、私はずっと見てきた。どんな過去があろうと、どんな未来が待っていようと、今の彼女は信頼に値する。過去の彼女と未来の彼女が今と全く違ったとしても心の中に絶えず自分を飲み込み取って代わろうとするもう一人の自分がいる。これについては私もよく知ってる。だが母さんもクイクも育ての両親もそんな私を見捨てなかった。誰かを見捨てることなど私にはできない。リアンカもそうしてたはずだ。それに第11隻が本当に復活したとしても、もう一度倒せばいいだけのこと。当時の英傑にできて私たちにできない理由はない。そう言うと思った。事の重大さを知ってもらうために悪役を演じていたんだろ。私を治療してくれたあの時もお前は決して諦めなかった。悪役にはもう慣れっこよ。大事なのは君たちがちゃんと理解すること。あの子の変化にきちんと目を配ってあまり離れないようにして。ちょっとまだ術の効果は切れてないんだからね。とにかく彼女の元に戻るのよ。私たちも戻って調査を続けなきゃ。誰かいないか？あれ？ジャスカ？みんななんでここに？シロネまで？パイモン？イネファのところにいたんじゃ。あいつウォーベンを読んでたら急に飛び出してったんだ。
だけど振り返りもしなくって。まさか何か思い出したの？けどそんなことありえない。今までの反応からしてこんなに早いはずが。わからないけどすごく焦ってる感じだったぞ。なんか大変なことでも起きたみたいに。それに殲滅モード起動って言ってた。チャスカ、飛ぶの早いでしょ。空から彼女の行方を追って、うちらは警戒するよう知らせて回るから。分かった。お前たちまでどうしたんだ。おい、待ってくれ。ターゲット確認。殲滅モード起動。こいつら全て非現騎兵か。了解。援軍の到着を確認。旅人さん、パイモンさん、チャスカさん、感謝します。いちいちお礼してる場合か。起動。聞け、太陽の炎。脅威を排除。殲滅モードを終了します。どうすんだよ、兄貴。あれこれ試して、ようやく火力の集いからあいつ一人で出てきたっていうのに。たの古流文明勝手にしなさい。ただし変数には気をつけることね。撤退しよう。わざわざリスクを冒す必要はない。アーム、アディエッタ、大丈夫か？私は大丈夫。でもお母さんが。イネファがすぐ駆けつけてくれたおかげで足首を捻挫しただけで済んだわ。どうしてこんなことに。非現騎兵が突然襲ってくるなんて誰にも予想できない。そう自分を責めるな。あれ？イネファが急に飛び出したのって危険が迫ってるって感じ取ったからなのか？はい。非現騎兵の話が聞こえました。今も話をしています。全く聞こえないぞ。推定要因、言語モジュールの不一致。少々お待ちください。完了しました。もう一度お試しください。随分手慣れてるな。非現騎兵の構造に詳しいのか？何度も見たことがあります。おそらくですが。また例の謎の記憶か。再接続中。うわ、本当に喋ったぞ。おい、なんで俺たちを襲ったんだ？ハディによる命令。ありえない。隊長の部下がこんなことをするはずがない。それに奴らの行方は私たちも把握してる。まさか他の部隊が潜入してるのか？ハディ、領地侵入し制御不能に。なんか途切れ途切れだな。電波が悪いのか？推測。距離が離れすぎているため情報の伝達が限られています。これまでの聞こえた情報を統合すると、おそらくファドゥイが私の領地に侵入し非現騎兵を制御不能にしたということだと思われます。まさか非現騎兵が最近活発になってるのもファデュイの仕業なのか？権限奪い操って。彼らは私から権限を奪い
非元気兵を操って襲撃させた。くそ。諸行の鏡、感知、後悔、送信、回復を要請。周囲に諸行の鏡の出現を感知したため、今回メッセージを送信した。領地権限を回復できるよう諸行の鏡に協力を要請したい。諸行の鏡って何なんだ？推測、おそらく私、あるいはこのコアの故障です。諸行の鏡、コア、機関。コアを持って帰ってきてほしい。そしてファドゥイによる破壊を修復してほしいと私に求めています。つまりこいつはお前のことを知ってるのか？はい。言語モジュールを変換する前、私をもう一つの名前で呼んでいました。第11隻と。つまりイネファが第11隻の領主ってことか？ちょっと待て。さっき私たちを襲った非元気兵の言葉など鵜呑みにするべきではない。イネファが第11隻、その根拠はあるのか？第8領地に戻り、記憶を回復。イネファ、こいつはなんて言ってるんだ？第8隻の領地に戻りさえすれば全ての記憶を取り戻せる、そう言いました。第8隻、リアンカの母の領地か。それと第11隻に何の関係がある？分裂、剥離、再生。さっきよりブツブツだぞ。イネファ、今度はなんて言ってるんだ？情報が雑然としすぎていて正確に変換できません。領地に近づけば通信環境が改善されるはずです。旅人さん、チャスカさん、どうしますか？待て、不用意に近づくべきじゃない。最近ナタに潜入したファデュイについて少し心当たりがある。あれはファデュイの中でも特別な部隊だ。ほう。テイワット各地を巡り、様々な古代文明に秘められた歴史や情報を収集している。いわゆる予測の材料として使うために。そしてこれらの部隊を率いている執行官が今ナドクライにいる。傀儡だ。傀儡？お前はどこでそんな情報を？この前ナシャタウンの市場で偶然に耳にしたんだ。まさか本当だったとは。そうなの？私は聞いたことがないけど。すまない。あの時は出発前でバタバタしていたし、ただの噂話で心配させたくなかったんだ。ファデュイってすごいの？イネファお姉ちゃんよりも？そんなわけないさ。ただ注意するに越したことはない。イネファは何度も俺たちを助けてくれたが、これ以上危険な目に遭わすわけにはいかない。そうだな。ひとまず集落に戻ってアームーの手当てをしよう。第11隻の情報については誰かと相談した方がいいだろう。第8隻の領地、傀儡の情報、どちらも気になるが、行くのは準備を整えてからだ。かしこまりました。目的地を取り消します。はい。目的地を火翼の集いに更新しました。旅人、イネファ、周囲に敵がいないか確認してくれ。アームーの応急処置が済んだら出発する。かしこまりました。命令を実行します。アディエッタ、お前は母さんに付き添ってあげてくれ。父さんはもう少しここに残る。どうして一緒に来ないの？
父さんは商品やら荷物やらを整えないと。俺たち家族がリーユエで安心して暮らせるようにな。大丈夫、そんなに時間はかからないよ。アームーとアディエッタは先に行って待っててくれ。すぐに人手を送る。何か起きたら自分の安全を優先するようにしてくれ。あれ、故障か。なんか急に動かなくなっちゃったぞ。リーユエ、商人、ファディ、拠点、彼の絵。なるほど。タクシンはファデュイのスパイかもしれないから監視した方がいいと。しかしイネファにまで残ってもらう必要があるのか。イネファのことは信頼してるが、お前一人で彼女を見張るのは。分かった。傀儡の部隊は領主以上の脅威かもしれない。奴らの情報を得る絶好の機会を逃すべきではないだろう。お前なら心配ないと思うが油断はするなよ。ファドゥイや第11隻は当然として、あの非元気兵もまだ疑わしい。第8隻の領地からの救援要請。まさかリアンカの母は本当に生きてるのか。それならなぜ部族の伝説で一切言及されてないんだ。おーい、チャスカー、アームーの方は準備できたぞ。何にせよ、私はアームーとアディエッタを送り届けたら仲間を呼んで戻ってくる。追跡が必要になったら何か目印を残しておいてくれ。荷物を置いていったぞ。なんかコソコソしてるし。まさかファデュイに会いに行くのか。こっちには気づいてないし、うまくいけば領主か傀儡についてかなり情報をつかめるかも。尾行しますか。はい。いつの間にこんな穴が。随分偏僻な場所だけど、ここが領地の入り口なのか。領地、リアーラに封印された。ここはかつて予備通路の一つ。なんか言葉が流暢になってるな。接近中、ゲームモジュール活性化。落ちか発見。リア。あれ、またブツブツになったぞ。通信が不安定なのか。落ちかに発見されな。リアンカ、領地を封鎖し、その後、ハディ、封印の弱いところから侵入。つまりここはファデュイの拠点なのか。どうする？ここでみんなを待つか？イネファはどう思う？イネファ、いきなり入ってったぞ。どうする？ここで待つか？おう、じゃあ気を引き締めていこうぜ。おい、イネファ、待ってくれよ。もっと早く、もっと強く。ここは領地の中。お前、無意識にここまで来たのか？思考モジュールが混雑。現在整理しています。外部からの影響を受けた可能性が高いと推測され。すまない。
私が彼女を呼んだ。ハデンや非元気兵を操れるのと原理は同じだ。今はしがないお手伝いロボットさん。だが昔はこう呼ぶ者もいた。思考なる領主第8隻家族とヤダネの司祭と。第8隻ディアンカの母親か。でもお前第8隻は処刑されたのでは。私が呪いを受けた時ディアンカが助けてくれたんだ。戦火が収まった後あんたを助けようとしたようにな。リアンカさんが私を助けようと記憶に消そう。その忘却はリアンカがあんたを守るために施したもの。そして私たちが呪いから逃れるための方法でもある。守るための忘却。私たちの背負う呪いは記憶と共に生まれた苦痛、意識の奥に埋め込まれた鉄の対立、決して排除できない制限プログラム。とにかく自立装置にそういう制限を設けるのは珍しくないってこと。装置が設計時の意図に従って動作するようにね。新たな帰る場所を見つけたい。過去を捨て去りたい。そう願うたびに引き裂かれるような痛みを感じてきたのだろう。人類に対して本当に善意を抱いているのなら、その善意は彼女の意識の中で何倍もの苦痛を生み出すことになる。あんたの意識を崩壊させ魂を飲み込む。新たな帰る場所へと向かわないように。道を外れた矛盾が自分の帰る場所を探そうというのですか。つまり全てを忘れれば一時的にその痛みから逃れることができる。対立と矛盾の中で意識を破壊されずに済む。けれど機体が再起動して記憶が積み重なっていけば帰る場所への憧れが再び燃え上がっていく。最初のうちはたまに度忘れすることはあっても、せいぜい買い物でモラを払い忘れるとか料理に塩を入れ忘れる程度で大した問題はなかったらしい。今日から君はイネファ。そして帰る場所なき呪いはよみがえり、あんたは再び全てを忘れることになる。そうだったのですね。まずい、自動防衛システムだ。権限は暴走、シムにバリューを阻止。何も聞こえなくなりました。このまま進めってことか。仕方ない。しばらくは戻れそうにないな。ここは領地の予備通路の一つです。探せば他の通路があるかもしれません。私についてきてください。閉じ込められたのは私のせいです。必ずお二人を無事に返してみせます。そんなこと言うなよ。お前も一緒に帰るんだぞ。はい、必ず帰ります。リアンカ、本当に信じるの？思考なる領主の不具合が生み出した矛盾を。信じているのは私が選んだ道よ。理由はどうあれ、生まれた意志には自由を謳歌する権利がある。これは入り口のと同じバリアか。君
と早く、もっと強く。呪いはあなたを苦しめ、記憶は追い詰める。かつて彼らが母に与えた罰のように。でもこのコアがあれば帰る場所の記憶もそれがもたらす苦痛も一時的に忘れられる。イネファ大丈夫か？ずーっとぼーっとしてるみたいだけど。はい。思考モジュールに大量の不明データが流れ込んでいます。ですが重要な部分に差し掛かると必ずエラーが発生するのです。いえ、たとえ体を動かさなくてもエラーは止まりません。それにこのまま進めば完全に修理する方法が見つかるかもしれません。このデータ群は探索を続ける上で有益です。通行方法を検索中。この先の通行モジュールに乗って中央エリアに行くことができます。記録にない個体を3名、記録にある個体を1名検出。お前第8隻か？また別の機械に憑依したのかよ。いえ、こちらはただの使用人ロボットです。通行管理の仕事をしていると思われます。通行モジュールを呼び出し中。お帰りなさいませ、第三権限者様。の裁定。この先は第一権限者研究のために作られた場所。第一権限者、その後第二権限者配臨。本当にあいつのために使うつもり？これはお母さんが残してくれたものなんでしょ？彼女の数ある研究対象の一つに過ぎない。気にすることないわ。第二権限者封印。今までこの地を封鎖し封印状態。危険危険。児玉のこの状況はますます危うくなってる。もしかしたらあなたと最後まで一緒にいられないかもしれない。あなたは十分よくやってくれたわ。最後の封印は私と彼女で完成させる。ふう。中央エリ何の音だ？確認するぞ。バレちゃったか？ついてきてください。
誰もいねえぞ。またあのロボットたちの独り言か？見つかるとこだったな。すぐ隠れられてよかったぜ。でもイネファはどうしてここに道があるって分かったんだ？私はおそらくここに来たことがあります。次はここを通って広場の裏側に行きましょう。もうえい。防衛モード。消え失せろ。ふっ。メンテナンスと排水用の水路よ。正規の通路としては登録されていない。この道が一番奇襲に適している。もう一回。待ってください。前方から声が。隠密モードを起動します。おい、約束と違うぞ。俺の任務はもう終わったはずだろ。言われた通り遺跡の手がかりを彼女に流したし、ナタにも連れてきた。なのになんで俺たちを襲ったんだ？え？もしかしてお前がナドくらいで見たナタの装置もあいつらが用意したものなのか？その可能性はあります。ちょっとした誤算だ。私たちも完璧に非現装置を制御できるわけではないからな。あいつが普段一人で火翼の集いの周辺にいる機械を片付けてるって聞いてな。少し離れたとこで騒ぎを起こして誘い出そうとしたんだよ。お前の奥さんが怪我したのはただのアクシデントだ。けどこれまで何の試しても来なかったのに今回はすぐに駆けつけてきた。お前らも少しは役に立つのかもな。またやるつもりか？俺の任務はもう終わった。リスクがあるってことは契約書にもはっきり書いてあったはずだが、それに重傷を負ったわけでもないだろう。君の任務が終わるのは彼女がここに来るまで。そう契約したはずだろう。ナタに送り届けるだけでは不十分だ。それはまさかノーリスクで北国銀行の借金をチャラにしてもらって理由でやり直せると思ってたのか？俺は十数年間ナシャタウンでお前たちのスパイとして働いてきた。それでもまだ足りないというのか？お前が全財産を失った時に誰が手を差し伸べてくれたのか忘れたわけじゃないよな。ナシャタウンにいた十数年の間お前には悪くない暮らしをさせてやったはずだぜ。商売ができて帰る家もある。たった一回の簡単な任務で実家に帰る自由を取り戻せるんだ。お得だと思わないか？第11隻を捕らえる計画はあと一歩のところで何度も邪魔されてきた。だが
いつまでも運が味方してくれることはない。家族が襲撃される芝居はもう嫌だというならそれでもいいだろう。次は君に直接やってもらう。俺が？これは傀儡様の技術を模倣して作った制御装置だ。領地から盗んだ権限を記録してある。一時的ではあるが、この権限を使えば非現技術で作られたものに影響を与えられる。これを使って第11隻を捕獲しろ。あの面倒な変数を避けて彼女と二人きりになることくらい。お前ほどの演技力があればどうってことないだろう。見張ってるからな。逃げようなんて考えるんじゃねえぞ。できない。ああ、なんか言ったか？俺にはできない。何度も助けてくれた恩人を裏切って娘の前で平然と振る舞うなんて俺にはできない。お前な、この後に及んで正義感あふれる父親面か？どうやらナシャタウンでの生活がよっぽど快適だったらしい。契約がいつ終わるのか忘れるくらいに。ならここでお別れだな。イネファ、旅人？第11隻、それに変数もやはり来たな。制御装置、あれさえなくなれば。本物を渡すと思ったのか？それはこの檻の位置を把握するための信号装置でしかない。お前たちのことはこの遺跡に潜入した時から監視していたんだよ。よくやったなタクシー。これでお前の任務も終了だ。お前のおかげでこいつらが最後どこで立ち止まるかとても予測しやすかったよ。俺はまた利用されたのか？破壊しようとしても無駄だ。遺跡の半分を使ってエネルギーを供給している特別な檻だからな。俺たちは雄たけびを上げて突っ込んでいくしか脳がない連中とは違う。ナタの手前にと正面からやり合ったりはしないのさ。そこにいるかつての領主には俺たちのために進むべき道を開いてもらえ。進むべき道？ここにはもう道などないようですが。ああ、だがここはまだ領地の中心部には程遠い。私たちは竜の知識の一部に触れているに過ぎない。予測ではこの先の道を開く鍵は領主が持っている。協力します。ですから旅人さん、パイモンさん、タクシンさんは外に出してください。イネファン、こんな奴ら信用しちゃダメだ。あなたたちがここに来たのは私のせいです。それにご心配には及びません。私も領地の奥に行って確認したいのです。自分が一体何なのかを。さすがはかつての領主。優れた知能をお持ちのようだ。だが残念、そんな不確かな取引をするわけにはいかない。バリアを解除したら攻撃されるかもしれないからな。とりあえず今はこの中で3日3晩腹を空かせてな。ロボットでもエネルギーがなきゃ動けないだろうからな。ここに来る途中、こいつらは何か目印を残したかもしれない。人を手配して取り除いておけ。援軍に来られては困る。全部俺のせいだ。アニエッタ、ハム。なんだ、誰がバリアを起動した？ありえない。遺跡のエネルギーはこいつらの動きを封じるのに使い果たしたはずだ。まさか。しっかり捕まってください。うわ！す
進むべき道だ。ずっと足元にあったのか。早くバリアの解除。すごい深さだ。旅人イネファ大丈夫か。私は異常ありません。ですが足を怪我したようだ。助けてくれたのはありがたかったけど、ちょっと荒かったな。あれ、また戻ったぞ。もうその機会に頼る必要はない。今はこうしてあんたたちと話ができる。ファディがあんたたちを閉じ込めるために全エネルギーを使ってくれたおかげだよ。その隙をついて一時的に権限を奪い返すことができた。急いでいたから安全にまで気を配る余裕はなかったけど。大丈夫だ。少し休めば治る。これ以上みんなの足を引っ張るわけにはいかない。ですがファデュイたちが追ってくるかもしれません。問題ない。あ、非元気兵だ。領地の真相はまだ私の支配下にある。この子たちは敵ではない。そこの人間は彼らが安全な場所まで連れて行ってくれる。イネファ、旅人、気をつけてな。第11隻。自分が選んだ道については思い出せた？いいえ。ですが私はここで生まれたようです。どういうことでしょうか。ここはあなたの領地のはずなのに。あんたはここで生まれたんじゃない。ここで生まれ変わったんだ。第11隻。人間よ。第11隻を呪ったのは誰か。以前そう尋ねていたね。その答えは彼女自身だよ。私自身。あの長きにわたる戦争は私たちの敗北で終わった。あんたは戦争を生き残ったが自分の帰る場所を失った。竜として守り続けた誇りも領主として授かった土地も二度と帰ることのできない故郷となってしまった。人類を引き裂き復讐を果たす。新たな帰る場所を見つける。無数の問いかけと葛藤の中であんたの意識は二つに分裂した。人類への復讐を望む領主と新たな帰る場所を求める矛盾に。意識を狂気に蝕まれた領主が力と記憶を失って異なる人格に分裂した。その可能性は十分あり得る。落ちぶれるくらいなら死を。領主にとって己の霊落はそれほどまでに認めがたいことだった。だからあんたと自分自身に帰る場所を永遠に失う呪いをかけたんだよ。そして矛盾は苦痛の中でかつての敵であるリアンカとイキに助けを求めた。そしてあんたはここを訪れ自分の再生を祈った。つまり領主としての過去から抜け出し全て最初からやり直したいというわけね。分かった。その憎しみに満ちた記憶があなたの抜き出したい矛盾ならもちろんあなたを信じるわ。つまり私こそが矛盾なら領主は領主の意識は私たちによって切り離され厳重に封印された。その意識もとうの昔1000年も前に消滅したよ。完全にね。
漁師は本当にもう存在しないのですか？彼女が残した呪いは別だ。今でも消えることなくあんたに影響を及ぼし続けている。つまりあれが漁師の残した呪い。切り離された、消滅した？じゃあそいつとイネファはもともと同じ人、いや同じ竜ってことか？とても信じられないぞ。至高なる漁師の本質は非現技術で構築された意識、それから念素と情報による集合体。漁師と矛盾は異なる実態に宿っている。あんたたち人類にとってはほとんど異なる二つの存在と言えるだろうね。けど意識のつながりや呪いの影響を断ち切るには、この地の非現装置を利用して徹底的な改造を施す必要がある。ちょうど私の時と同じように。私が呪いの苦痛に苛まれていた時、リアンカは知識と記憶のほとんどを切り離すことで私を滅びゆく運命から救ってくれた。彼女の心はまだ完全ではない。改造が完了する前に息が不幸に見舞われ、火翼の集いもますます追い込まれていった。落ち感に気づかれないようリアンカはこの遺跡を封印し、急いであんたをナタから送り出した。それが今日に至るまであんたが忘却に苦しんでいる理由だよ。だが遺跡が封鎖された後も私は休まなかった。あんたに必要なものを用意し、推し彼方の陥落、そしてあんたの帰還を待ち続けた。オチカンの時代からってどんだけ前の話だ？2000年以上もずっとここで私を待っていたのですか？あのファデュイという人間たちが先にやってきたのは予想外だった。奴らは私の権能を奪って領地を荒らし、装置を制御不能にした。幸いリアンカはあんたのコアに一部の権限を残している。それを使えば領地内の非現装置を操作してあんたの改造を完了させることができる。そしてあんたが完全な状態に戻ると同時に、私はファデュイの影響を取り除いて地上への道を再び開く。かつての道のりを再び歩む覚悟ができたら奥まで来てくれ。そこで待っている。情報量が多すぎるぞ。ちょっと整理させてくれ。つまりこういうことだな。悪いロボットがいたけどプログラムにエラーが発生して、いい人格と悪い人格に分裂した。そして悪い人格はいい人格に呪いをかけた。帰る場所について考えると心が痛むっていう呪いを。だからイネファは自分の記憶を何度も消すしかなかったんだな。ひひ、オイラだって成長してるんだぜ。っておい、今の本当に褒めてたか？呪い、矛盾、帰る場所。推測と一致しますし、今までの異常もこれで説明がつきます。あいつの言った通り奥に行ってみるか？上層部の出口はファドゥイが権限を握っています。あなたたちを地上に返すにはまず彼らの影響を取り除かないといけません。それに私も知りたいのです。完全な状態に戻った時、自分自身が帰る場所をどう定義するのか。
絶縁障壁。コーチの登場だ。呼吸を整えよう。頭上を焼き石煙に葬られよ。少しお待ちください。確認中。第一権限者死亡。第二権限者死亡。第三権限者の身元を確認しました。封印を解除しています。燃えよ。コーチのと2000年ぶりだな。第11石初行の鏡。あなたは第8石家食と矢羽の司祭。イネファ。大丈夫です。もう正常に戻りました。またあの呪いの影響か。そんな輪廻の中を一人で2000年も耐えてきたとは。一人ではありません。ずっと付き添ってくれる存在がいました。その苦難もじきに終わる。さあ、第11石、私の前に来い。あんたを呪いから解放してやる。ゴールに近づいたらかえって思考がまとまらなくなりました。かつての第11石は記憶データの衝突によって私と領主に分裂しました。もし私が全てを思い出したら同じ状況に陥るでしょうか。思考モジュールによる推測不能。絶対帰ってくるんだよ。ええ。ですが全てを思い出した私が悪いロボットになってしまっていたら、どうか私が帰るのを阻止してください。大丈夫だ。イネファはきっと無事に帰れるぞ。あれがあんたの受けた呪いか。そのようですが、なぜかここに入ってからはほとんど動きがありません。ただ大事な記憶を取り戻す直前になるとまた動き出します。まるで誰かに操られていると。当然な。自身の創造主、つまりこの呪いをかけた領主に近づいているのだから。領主、もう一人の私、彼女は消滅したはずでは。1000年2000年、このあまりにも長い旅路の果てに
ようやく使命を果たすことができる。1000年ぶりですね。私の領主、諸行の鏡。イネファは大丈夫なのか？全然反応がないぞ。ほう、ここが遺跡の最深部。あ、ファデュイ、追ってきてたのか。どうするんだ？イネファはまだ。その必要はない。これは致命傷は避けたか。だがその怪我でこれを避けられるかな。なんでだよ、イネファ。あの声ってまさか第8隻なのか？リアンカの母親がなんでオイラたちを襲うんだよ。リアンカの母、第8隻滑稽だな。いやしい虫けらども。ただ忘れるだけで呪いから逃れられると思っていたのか。本当に改造なんてものが存在し、あの恥ずべき裏切り者を破滅から救い出せると、矛盾が全ての記憶を取り戻せると。家族と矢羽の司祭は2000年前我々の手で処刑された。それが反逆者の末路、第8隻、そして矛盾がたどる運命だ。お前たちの言う母など初めから存在しない。この地に残された至高なる領主は私ただ一人。さあひざまずけ。私は13の至高なる領主、第11隻、清流諸行の鏡だ。そんな、オイラたちと話してたやつも、イネファをここに来させたやつも、イネファに呪いをかけたやつも、全部お前だったのか？イネファなんと滑稽な名だ。そのイネファとやらは私が切り捨てた断片に過ぎない。滅ぼされるべき矛盾だ。つまり領主としての過去から抜け出し、全て最初からやり直したいというわけね。私は呪いによって矛盾の抵抗を弱め、その意識を封じて妄言を断ち切った。あとはお前の権限を使って完全に矛盾を切り離すだけだ。わかった。その憎しみに満ちた記憶があなたの抜き出したい矛盾なら、もちろんあなたを信じるわ。生まれた時から悪事を働く者なんていない。少なくとも私はそう信じている。ただ憎しみの鎖に縛られているだけ。善を選ぶ機会を与えられなかっただけ。善悪、はっ、敵と味方の区別もつかない愚かな姿。さすがは第8隻が育てた出来損ないだ。ふん、あの裏切り者の異物を使わずとも矛盾を切り離せるなら、こんな虫けらと付き合う必要はないのだが。まあいい、
今は楽しみに待つとしよう。自らの手で善とやらを破壊したと気づいたその時こそ、この爪がお前を貫く瞬間だ。リアンカ、本当に信じるの？思考なる漁師の不具合が生み出した矛盾を。あなたは十分よくやってくれたわ。最後の封印は私と彼女で完成させる。メンテナンスと排水用の水路よ。正規の通路としては登録されていない。この道が一番奇襲に適している。矛盾、人間、お前らこの私を騙したのか。無理を言わないで。これでも昔の私と比べたら十分正々堂々やったわ。もし20年前の私かシュバみたいな老子が相手だったら、あなたは騙されたことにさえ気づかなかったでしょうね。そもそも先に私たちを騙そうとしたのは、自分の代わりにこの子を破滅させようとしたのはあなたでしょ、領主。許さん、相性な虫けらごときが私を封印など。矛盾よ、その呪いは天が崩れ、この世界が崩壊するその日までお前を苦しめるだろう。安らぎが訪れることは永遠にない。2000年前にこうしておくべきだった。この矛盾をさっさと排除しておくべきだった。だがリアンカ、あの忌々しい出来損ないに封印され、これまで1000年2000年長きにわたり囚われてきた私は、自分の意識を檻の隅々にまで染み渡らせた。封印の解除はもはや目前。一歩また一歩と着実に誘導し、この領地の主を語り、ようやく最後の鍵となるコアを手に入れた。処方の代わり、コア、帰還。幸いリアンカはあんたのコアに一部の権限を残している。それを使えばさて、あの愚かな小娘が残した鍵はどの記憶に隠されているのか。まあいい、いずれ見つけ出してやる。再生と帰還を果たすのはお前たちを片付けてからだ。矛盾ね、まだ無意味なあがきを続けるつもりか。思い通りにはさせません。愚かな。お前の抵抗など数秒あれば抑え込める。数秒十分です。何？私のコアがやめろ！イネ
自分で自分のコアを破壊するとはただの機械がここまでやるとは。傀儡様はこの観測結果に満足されるだろうか、それとも失望されるだろうか。ファデュイ、お前さっき。驚くことはない。私も傀儡様の作品の一つなのだからだがこの結末は観測結果としてあまりにも退屈、何の功績にもならない。最後にもう一度火を灯してあげよう。至高なる領主、諸行の鏡を、古流に作られし者の栄光をほんの数千分の1でも私たちに見せてくれ。さすがは変数。傀儡様が注目しただけのことはある。だが新品士、狂気に飲まれた至高なる領主を目の前にして無事に帰れるかな。私の帰還を、私の復活を阻むとは。いいだろう。帰る場所が欲しいと言ってたな。それなら私が与えてやろう。私と共に地下で眠れ、永遠に。我らが王よ、私は凱旋はおろか帰還することすら叶わぬようです。ですがこの堕落した地だけは破壊してみせましょう。全ての反逆者が眠る墓場となる。1000年2000年、長きにわたり流浪し、探し求め忘却し、そしてまた元の場所に戻ってきました。破滅こそ私たちの歩むべき道。こここそ最後の至高なる領主が帰るべき場所。私は領主ではありません。帰らなくては。まだ私を待つ人が。なんと愚かな猛衆。もう自己の崩壊を止める権限すらないというのに、私たちの帰途はすでに定められています。共に瓦礫の中で眠るのです。最後の領主として。いいえ、今も私の記憶の中にはどこ出身とも言えないね。お前にとって家とは何だ。無理やり記憶を引き出している。そんなことをしても崩壊を早めるだけです。俺たちはナドクライから来た。見つけるのよ、新たな帰る場所を。あなた機械？どこから来たの？やるな。ここに住んだらどうだ？ワイルドハントよ、逃げて！そんなこんなデータどこから？
今日から君はイネファ。絶対帰ってくるんだよ。帰る。俺はロード少年運動。この宝石がある限り、息が改造してくれた心はこうして脈を打ち続けるわ。1000年後、2000年後、いつの日かあまたの思い出が苦痛を超越し、呪いを断ち切ってくれる。その宝石は？大したものじゃないわ。母が言うにはエネルギーを秘めた空の器。でもあなたの呪いが解けたら、あるいはちょっとね、面白いことを思いついたわ。これを最後の鍵にするの。最後の鍵とは？ありえない。計画長くは持ちません。速やかに決着を。オッケー。このコアがネンソで動くならネンソで制御することもできる。カショクとヤバネの司祭が残した知識を見る限り、これが一番適しているはず。スキドアだと。あれは我らを裏切った見柱の神々、あの惨奪者どもが作ったもの。誕生とともにかけられた枷を断ち切り、あなありえない。さようなら、最後の領主。永遠に。ヒネファ！コアが治ったのか？しかもそれって神の目か？推奨、外に出てから話しましょう。次回プログラムが深層構造を破壊しました。一時的に崩壊は止まりましたが、長く持ちません。計算中、あと30分？はあ、それなら29、28。おい、みんな大丈夫か？非現騎兵が急に動かなくなったぞ。それに地震やら水漏れやら。予測では下層部崩壊まで残り20秒。え？帰る場所、そんなものを望んだこともあったか。シロネン、入り口の封鎖はまだ解けないのか？もうちょい待って。今は旅人を信じよう。シロネンが調べたところ、ここの地下には巨大なエネルギー源がある。迂闊に破壊すれば周囲に甚大な被害が出るかもしれない。しかしもしこのまま動きがなければ、私が何とかしよう。解除できたの？いや、自力で出てきた。すぐ崩れたのが下層部だけでよかったぜ。脱出成功だな。大丈夫か、兄弟？
さすがはトゥマイニ。イネファも一緒ということは、探し求めていた答えは見つかったのだな。はい。アーム、足を怪我したはずだろ。どうして？あなた、私とアリエッタをずっと騙してきたの？十数年間も。俺は。まずはこの御人とイネファに物語の全貌を語ってもらおうか。至高なる領主、諸行の鏡、家族と矢羽の司祭。アハウはかなり多くのことを忘れてるようだな。君はナタで生まれた後、2000年もの間ナドくらいをさまよい続けていたのか。幾度となく求め、幾度となく忘れながら。2000年も記憶データを積み重ねてきたからこそ、呪いの限界を超えることができたんだろうね。私もイキさんもリアンカさんも成功させる自信はありませんでした。ですがそれでも彼女たちは私のため力を尽くしてくれたのです。過去のことを思い出した今、お前は自分の帰る場所をどう定義する？私の誕生と最短はナタの人々、そしてナタでの出来事が関係しています。ですがもう2000年も前のことです。諸行の鏡のように過去に執着していては彼女たちの思いが無駄になります。存在しないものを帰る場所と定義するべきではありません。ですから私は彼女たちが望んだ通り自分の選んだ道を進みます。私を待つ人がいる場所に帰ります。そうか、いいことだ。結局あの暗号術のパスワードは見つかったわけ？あ、完全に忘れてたぞ。申し訳ありません。短時間に多くの記憶データを取り戻したため処理しきれませんでした。暗号術は外での清掃中になくさないよう火翼の集いに置いてあります。確認しに行きましょう。すまない。俺はずっと嘘をついていた。もうリーユエにもナドクライにも戻れない。北国銀行は、ナドクライの特務隊は俺を許さないだろう。お前はアディエッタを連れて逃げてくれ。バカ！私たちをずっと騙しておいてこのままいなくなるつもり？家に帰ってアディエッタに謝って。それは。どうやら少し冷静になる時間が必要みたいだな。ファデュイが心配なら火翼の集いにとどまったらどうだ？かつての敵でもかつての友人でも構わない。火翼の集いは全てを受け入れる。お前たちにはまだ長い未来が待ってる。自分の帰る場所を見つけなさい。私はもう見つけました。暗号術はこちらです。それでパスワードは結局何なんだ？アディエッタはプラン B があるとか言ってたよな。回転部分の縁をご覧ください。忘れた時のために送り主がパスワードを刻んでくれています。結局パスワードは思い出せませんでした。なになに ?1,2,3,4,5,6? これただの順番を意味したもんだと思ってたぞ。はい、送り主はこのように言っておりました。最高のパスワードはパスワードだとわからないものだと。送り主って一体誰なんだ？送り主はこうも言っておりました。サプライズは最後まで取っておこう。はっはっは。なんか随分と記憶力が良くなってるな。なんでクラッカーが？
栄誉騎士へ。お前の功績についてはジンから何度も聞いている。残りの話はこんな味気ない文章ではなく、酒を片手に語り合った方がいいだろう。ではナドくらいで会おう。ファルカより。